韓国に住んでいた僕が帰省した時に起きた出来事です。車の鍵知らない人に預けるんだ。飲食店の前に車を止め、父が当たり前のように警備員に鍵を渡した瞬間、僕の顔が凍りつきました。日本とは違う。分かっていたつもりでも、韓国には感覚の断絶が確かにあります。これは文化の違いではなく、生活の当たり前の違い。ではなぜ同じアジアなのにここまで違うのか。今回は日本人が韓国に行ったら驚愕する5つの瞬間をお届けします。5位道路です。4位駐車場。3位バス停。2位街中。1位映画館です。この動画を見れば韓国旅行で不思議な韓国が分かってくるはずです。まず第5位ですが、韓国には軽自動車という選択肢がほとんどないですよ。日本は街を歩けば小さくて丸っこい可愛い車がずらり、黄色ナンバーの軽自動車、鈴木さんのハスラーとか、ダイハツさんのタントとか、ホンダさんの N ボックスとか、その姿はまるで走るお弁当箱みたいな感じですね。狭い道もスイスイ、燃費よし、維持費も安い、税金も安い、駐車場も軽専用で安く済む場合がある。お年寄りから若者、主婦まで国民車と言っていいほど大人気ですよね。でも韓国はどこを見渡しても軽がいない。ヒュンダイ、キア、会社、走ってるのは大きいセダンや SUV ばっかり。軽自動車の市場占有率はわずか 8% 前後らしいですね。日本は 30% 以上と言われています。理由はもちろん複雑ですが、大きく3つあるらしくて、1つ目、道路が広いからもう小さい車じゃなくてもいいよねだったりとか。2つ目、駐車場代、税金がそこまで高くないから維持費あんまかかんないよねっていうとこ。で、3つ目はですね、見られる意識が強いからってこともあります。見られる意識っていうのは日本では珍しい概念だと思いますね。韓国は車イコール自分のランクを示す名詞みたいな考え方をする人も一部います。だから小さい車だと恥ずかしいと感じる人も少なくはないということですね。僕の体験はですね、日本で人生初の軽はレンタカーで借りました。ホンダさんの N ワゴン確か、それだった気がするんですけれども、乗った瞬間、うわ、思ったより広いって叫びました。軽イコール狭いと思ってたのに、天井が高くて開放感がある街中の細い道もスイスイで駐車もしやすかったですね。僕は思いました。日本は効率重視で車を選ぶ国、韓国は楽しさ込みで車を選ぶ国かもしれない。軽がない韓国の街並みは車を楽しむような人々のようでした。一方、日本の軽たちは小さな工夫と誠実さが走っているように見えました。どっちも面白いけど、僕はやはり運転が下手なので N ワゴンの軽自動車の静かな快適さに恋をしています。第4位はですね、駐車を代行するという日常です。日本はですね、飲食店に行く前にまずやることといえば、車、コインパーキング空いてるかなと思いながら、スマホで検索して細い路地をぐるぐる、ようやく見つけたら狭いスペースに神経を集中させてバック駐車。そこで降りたら精算機で料金チェック、送信なら30分300円とか、下手すれば10分も数百円超えることもありますよね。それが日本の自己責任型パーキング文化です。一方、韓国ではですね、ソウルの繁華街とかでも人気の焼肉店やカフェの前に警備員のような男性が立っている。車で到着したら彼にキーを渡すだけ。あとはその人が代わりにどこかの隙間にずっと駐車してくれる。まさに駐車代行サービス。しかも無料。あとは店のサービス扱いなんですね。食事が終われば店先で車がスッと出ている。まるで高級ホテルのバーレーパーキングみたいなイメージですね。これ冷静に考えると怖くてですね、鍵渡す。事故ったら誰が責任取るの？盗難とかないの？でも韓国ではそれ日常なんですよ。信頼よりも効率みたいなことを重視するからかなと思いながら成立する文化かもしれないですね。僕の体験は冒頭にも出ましたが、帰省した時に父の車でみんなでご飯を食べに行った時のことですね。僕がここどこに止めるんですかと聞くと、彼は笑って外にいるアジョシ、おじさんに任せればいいんだよと答えました。着いたらもう鍵をさっと渡し、そのままみんなで食後店を前を出たら目の前に車があった。そう、警備員の方々が車を出してくれたんですね。正直、久しぶりに見たら衝撃でした。そういえばこの文化あったなということですね。この文化は人と人の役割分担の極みかもしれない。役割分担を分けて、早く便利に、この鍵を渡す瞬間のスピード感と信頼感。それはちょっと癖になる快感でした。
で、第3位はですね、バス停が豪華すぎるっていうことですね。日本はですね、バス停といえば道路の端っこにポツンと立つ自覚標のものがあって、冬は風が吹き抜け、夏はじりじりと日差しが当たる感じですよね。バスの時間は、自覚標とにらめっこ。最近はその電子式も、ところどころ出ていると思うんですけれども、基本は自覚標のなんか縦看板みたいなのがあるイメージですよね。韓国はですね、バス停が近づくとまず思うんですよね。ここはどっかのホテルのエントランスなのかみたいなバス停がいくつかあるんですよ。全部はそうなわけではないんですけども、ソウルとかだとあるんですね。全面ガラス張りで、もう冷房完備とか、なんか Wi-Fi できるだったりとか、なんか室内スペースがあるんですよ、バス停とかに。コロナ禍とかは確か体温チェックモニターとか、なんか滅菌システムまであって、しかも、そのバス停の椅子はですね、なんか電熱線が通ってる椅子とかもあって、この暖かく良かったですね。そして電子モニターがあって、音声アナウンスが流れていて、バスの原子とかもなんか1分単位でモニターでリアルタイムで表示されるっていうのがあるんですね。僕、この間冬に韓国、ソウル帰省した時の話なんですけれども、もうマイナス5度ぐらいあるその冬の空気でしたね。何気なくバス停の椅子に座ったんですけども、あったけーと思いながらいました。なんか抱きしめてくれるような感覚がしたんですね。もちろんこれも社会的な背景があって、韓国のバス利用率は高いんですよ。特にソウルでは地下鉄と並ぶぐらいのレベルで、バスは通勤通学のもう命をかけてるレベルですね。だからバスイコール公共の生命線として徹底的にもうソウル市とかから投資されてきた。まだ韓国は冬めっちゃ寒くてマイナス10度ぐらいいってて、夏はもう40度ぐらいまで上がるんですよ。だから快適に待てる環境が必要。じゃないともうその街中でも死んでしまうかもしれないから、そういうとこにどんどん投資するんですね。もう公共の快適さにここまで魂を込んでんのかみたいな思いながら、ソウルでいました。第2位はですね、ペット天国になっていってる韓国です。日本はですね、ペットといえば、家族がみんないて、プラスアルファとしてちょこっとあるような、イメージが思いつきますね。家族、3、4人いて、プラスペットみたいな。例えば散歩していて、4人家族と一緒に、犬と一緒に歩いてるイメージですね。で、日本はペット産業とか発達している国かなというのは僕は思っていて、ペットショップとか動物病院とか多いと思うんですけれども、犬のデイケアセンターだったりとか、ペット専用の遊び場っていうのは、まだ数としては多くないかもしれないですね。韓国はですね、ソウルの街を歩くときによく見てください。まず驚くのが、もうペット多くなってるんじゃないということです。で、そしてたまにはベビーカーの中身がもう子供じゃなくて犬になってる場合もあるんですよ。なんかトイプードルとかポメラニアンのような小型犬が高級感あるバギに乗せられてカフェ巡りとかしていたり、なんか僕もそんなことでされてなかった気がするんですけども、僕より豪華な生活をしているとかあるんですね。私、ペット同伴歓迎っていう店もたくさんありますし、ペット専用の椅子があったり、犬用のスイーツの種類が多かったり、海外から輸入してきたりとか、犬専用プールとかペットホテルとか、ドッグヨガまであるらしいですね。これも背景にはですね、皆さんご存知かと思うんですが、韓国の出生率、もう 0.7 ぐらいのレベルなので、もう少子化の世界で見ても最前線に行ってるんですよ。もう最下位レベルですよ、その出生率が。だから子供を持たない、ある人々にとっては持てないっていうのもあって、その分誰か育てたいという感情は人間として、動物の一種としてあるじゃないですか。その感情がペットという新しい家族に注がれている。2024年にはですね、ペット飼育率が史上最高だったらしくてですね、家庭の3割近くがペットを育てていたらしいですよ。このデータを見た瞬間、胸がぎゅっと締め付けられたんです。国が抱える社会問題が街の温度として現れる。ペットが命のバトンを受け取っている。その姿に何とも言えない気持ちになりました。人類ってこう変化しているんだなって思ったんですね。で、最後、第1話ですね、映画館での出来事でして、映画を最後まで見ない文化が韓国にあって、そういえばそうだったわっていう衝撃でしたね。日本は皆さん映画館に行ったら、映画が終わっても劇場は静かに余韻を包み込む、エンドロールが流れ、音楽とともに名前が一人ずつスクリーンに現れる。
編集、照明、衣装、美術、キャスト。そこにはありがとうが込められていて、観客はそれを静かに見つめる。5、6割、7割ぐらいはもう席立たないんですよね。それが日本人の例の感覚だと僕は認知しています。結構韓国はですね、というかもう世界で見てもそうかもしれないんですけれども、映画、本編が終わったらその瞬間、もうカバンを持ち、立ち上がり、足早く出口へ向かう。まるで用事が済んだというようなスピード感。エンドロールは基本見ないんですね。というより誰も見てない方がほとんど。韓国に住んでいた昔の僕の感覚としてはですね、彼らへの敬意は映画のチケット代で払いましたみたいな感覚なんですね。だからもう尊重しないとか、全然悪気があるわけじゃなくて、単純にそういう文化なだけだと思うんですね。映画イコールストーリーの提供っていうところまで価値観があって、終わったら次の行動へという効率優先のテンポ感があるんですね。世界で見ても、エンドロール最後まで見る文化がとしてあるところは僕ないんじゃないかなと思ったりはしています。調査してないんですけどね。で、僕の体験ですね。日本で友達と映画を初めて見に行った時のことです。君の名はというアニメの映画でしたが、本編が終わると僕はすぐに立ち上がって、ご飯行こうかって言おうとした瞬間でした。でも周りは、もう出るの？ここからだよっていう雰囲気で戸惑いました。日本で映画を見た経験がなかった僕にとって、エンドロールイコール心で拍手する時間だったんだって知りました。そこで思ったんですよ。韓国は結果、日本は家庭を大切にする国なのかもしれない。どちらか良い悪いかとかの話ではなくて、日本の見えない部分にまで敬意を払う文化っていうのは素敵なんだなと純粋に思いました。最後に一つ大事なことをお伝えします。今回紹介した韓国の驚き文化、実際に体験するとカルチャーショックで戸惑うこともあります。例えば韓国人と一緒に映画館行ったけど、映画が終わったら秒速で立ち上がろうとする韓国人たちがいたりとか、自分が軽自動車を運転してるけど、韓国人からでっかい車を運転しないのって言われたりとか、そういう、韓国の方々、出会う可能性があります。でも、彼らって、その悪気があるわけではなくて、単純に今まで見てきた世界の違いがあるだけな、というふうに僕は思ってるんですね。だから、そういう人々に会ったら、優しい言葉で教えてあげてください。知っていれば、あの方々もちゃんと理解してくれると思うんですね。そして、別の話ですが、何より韓国と日本の違いに気づくことで、日本の良さっていうのも再発見できると思います。僕のチャンネルでは、こうした日韓の違いを面白くて、ちょっと心が温かくなる話でお届けしています。ぜひチャンネル登録して、次回の動画でまたお会いしましょう。以上、パクンでした。アンニョン。